皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日のテーマはビジネス日本語お手数をおかけしますです。これは仕事の会話とかメールでよく使われるんですが、間違いが多い表現でもあるんです。今日はお手数をおかけしますの意味とよくある間違い、そして正しい使い方を一緒に学んでいきたいと思います。まず、お手数をおかけしますの意味です。手数とは一言で言うと手間のことです。何かをするためのちょっと面倒な仕事、たくさんの動作や時間だと考えてください。それに尊敬のおがついてお手数となります。おかけしますとはかけますの謙譲表現です。面倒な仕事をかけます。つまり相手が自分のために何か大変だったり面倒な仕事をするという意味です。尊敬や謙譲なので目上の人に使う表現です。ではよくある間違いを見てみましょう。一つ目は自分の仕事に使ってしまう例です。例えば、お手数をおかけしますが、私がコピーします。これは間違いです。お手数をおかけしますは相手の仕事に使います。自分が大変な時は言いませんので注意してください。二つ目は簡単なお願いで使ってしまう例です。例えば、お手数をおかけしますが、ペンを貸してくれませんか？これも間違いです。お手数の意味は、ちょっと面倒な仕事でしたね。ペンを貸すなど、とても簡単なお願いで使ってしまうのは不自然です。三つ目は、相手に使いすぎてしまう例です。例えば、田中部長、お手数をおかけしますが、報告書をチェックしていただけませんか？後ほどメールで添付しますので、お手数をおかけしますが、ご確認お願いいたします。お手数をおかけしますは、お願いやお礼を柔らかく言うときにとても便利な表現です。でも、あまり使いすぎてしまうと、しつこく聞こえてしまいます。相手との関係性にもよりますが、会話の最後に一言言うぐらいでちょうどいいと思います。ここまでよくある間違いの例を3つ紹介しました。それでは、正しい使い方を見てみましょう。お手数おかけしますは、忙しいのに時間をかけて自分のために何かしてくれる、してくれたという表現です。目上の人に申し訳ありませんとありがとうございますの2つの気持ちを足して伝えたいときに使います。これから3つの場面でビデオを見てみましょう。1つ目は相手に何かしてもらってお礼を言うとき。2つ目は自分のミスで相手が大変になったので謝罪するとき。3つ目は相手に何かをお願いする、依頼するときです。では見てみましょう。小島さん、これで第2会議室にお忘れでしたよ。本当ですか？これ明日のプレゼンの USB。よかったです。これがなかったら大変なことになってました。お手数おかけしました。ありがとうございます。とんでもありません。頼んだ資料、フォルダに入ってないんだけど。まだアップロードできてません。わかった。じゃあ、俺の方であげとくよ。お手数おかけして申し訳ありません。この間お願いした新しいプロジェクトの進捗はどう？はい。昨日訪問する企業のリストアップができました。後ほどメールでお送りしますので、目を通していただけるでしょうか？わかった。昼まで目を通すようにするよ。はい。お手数おかけしますが、よろしくお願いします。はい。ここまでいかがでしたか？
お手数をおかけしますの3つの間違いと3つの使い方を勉強しました。日本企業で働くとき、必ず会話で耳にしたり、メールの文面で目にしたりする表現だと思います。間違いも多いので、場面に合わせて正しく使えるように意識しましょう。他にもビジネスで使うお越しいただきますやビジネス日本語が学べるビデオがあります。ビジネスで日本語を使う人にはきっと役に立つと思うので、ぜひチェックしてみてくださいね。この動画がいいと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。